こちらの漆塗りのお椀は福井県鯖江市にある越前漆器の老舗が作った食洗機で洗える優れもの。この弁当箱は石川県加賀市で誕生。職人技でご飯粒がつきにくい。全国の工芸メーカーと開発した独自の商品を販売する中川正七商店だ。普通に買ってます。はい、値引きとか全然されないんで普通の値段で買ってます。ポイントも貯めてます。この男性こそが今回のリーダー、中川正七商店13代中川正七会長。1716年高級朝織物奈良ざらしの卸問屋として創業。中川会長は2002年に入社。独自の経営改革で売り上げを7倍に伸ばした。掲げたビジョンは日本の工芸を元気にする。工芸業界を復活させるため全国各地へ。経験則ですけど多分2割ぐらいは上がる。生産効率がそれだけで売り上げが2割上がる。これまでに全国60以上の工芸メーカーの経営を立て直してきた。人呼んで工芸の再生請負人に密着取材。さらに仙石さん、折りって頼みがあるんや。何ですか？次の社長をやってほしい。ない何冗談言ってるんですか。300年企業の新社長は当時転職して8年目初めての非創業家だった。商品開発会議にカメラが入った。ちょっとだけお見せします。発売前の商品の数々。中川正七商店らしさだったり、中川正七商店が作る意味だったり、そこがきちんと担保できているのかっていう。今年6月には巨大な物流倉庫が稼働を開始。とにかくでかい倉庫にテレビ初潜入。新発売のドリンクの味はヒノキのお風呂が口の中にある感じ。これぞ新感覚。飲む森林浴にスタジオ興奮。さらに嘘みたい。うわ、これは便利だ。のためのスライサーって一体何？関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。中川正七商店13代中川正七会長です。どうぞお入りください。どうぞ。お願いします。どうぞお入りください。会長です。しかしこうな13代ってことはその創業者の方の名前を引き継いでるわけですから襲名してるわけですよ。そうですよね。もう伝統芸能と同じ。父とおじいさんはなぜか引き継いでなくて、岩吉岩尾なんですよ。似てるけど。そうなんですよ。で僕も岩シリーズが来ると思いきや僕本名は純なんで、全然岩シリーズでも正七でもなかったんですけど、なんかがっかりされることが結構多くて、取引先とかに行った時に2016年が300周年だったんで、その時に久しぶりに襲名しようという話になって、それで襲名させてもらったっていう形です。それで13代。はい。いやでもその僕の記憶の範囲内で創業者の方の名前がお店の会社の名前になってるって、あとなんだろう、中川正七商店と松本清ぐらいじゃないですか。確かにフルネームはフルネームそうですよね。確かに、まあやっぱり生活を豊かにするというか、そういうライフスタイルをやっぱり提供してる。もう東京もですし大阪も空港も含めてね、いろんなところに出店されてるので、外国人の留学生の方とかも私教えてるんですけども、やっぱり結構もうお名前ご存知ですよ。外国人の方は中川、中川正七って言うんですか。うわ発音しづらいでしょうね。正七がね。あ、そうですか。男性からしてみると若干敷居が高い感じする。なんかものすごくいいものを置いてるんで、まあ僕にはちょっと縁がないのかなって。でも憧れっていうか、もうみんなもね嬉しい。そう覗くとワクワクする。そうですよね。ご婦人方にも圧倒的な支持を得てます。お客さんも9割以上やっぱ女性の方なので、でも男性の方はその女性のプレゼントとかねよく使っていただいてます。そうなんです。深掘りしてまいりましょう。そんな中川正七商店の歴史と成功秘話にジャストミートや。
中川正七商店の創業は1716年江戸時代に遡る。創業当初は武士の上下や僧侶の法衣などに使われていた高級麻織物奈良ざらしの卸問屋だった。すごい。しかし明治維新により武士がいなくなると、おおいや奈良ざらしやんか。めっちゃ懐かしない。ほんまやな。まだ売ってんねやな。昔はこれでな紙紐作ってな武士やで言うてたけどな。もう武士おらんからな。懐かしの布やな。これはもう夏布やな。なんやねん夏布って夏メロみたいに言うな。夏メロってないねんメロって。大ピンチや。超お芝居みたいな。このままでは廃業してしまう。なんとかせんと。あ、そうや。9代目中川正七は奈良ざらしの品質を守りつつ、風呂上がりの汗取りなど新商品を開発。新しい市場を切り開いた。そして皇室御用達の栄誉を受けるまでになった。産業は衰退し続けていたが、次の10代目正七は自社工場を建て製造卸として商売を再建。1925年のパリ万博で繊細な鉄刺繍が施された麻のハンカチーフが注目を集めた。1973年12代目は茶道具業界の新たな市場に参入していった。その翌年に生まれたのが今回のリーダー、後の13代中川正七となる中川淳だ。成功秘話その1、最後の最後は気合。少年時代はサッカーに夢中になった。冷静で客観的な性格の淳のポジションはゴールキーパー。おい淳、声出せ。おい、しっかり声出せ。指示出せ。淳、ごめん、抜かれた。しまった。連携ミスによる失点だった。こら淳、お前交代や。なんでディフェンスにもっと声出さへんねん。それが戦う男の顔か。お前は気合が足りてへん。後で特別訓練や。これ本当にこれちょっと本当に泣けてくるぐらいの本当に。そうなんですか。崖に向かって声出しを1時間一人でやらされた。冷静なタイプではあるとは思うんですけど、気合みたいなものはやっぱ最後どうしてもどんな場面でもどんなことしてても必要になるな、そういう場面になると必ず思い出しますね。あれより辛いことはないなって思いました。この特別訓練の成果もあってか、小学6年生でサッカー全国大会ベスト8に。中高でもサッカーを続け、京都大学法学部を卒業後は富士通に入社。プロジェクトのマネジメントを担当していたが悩みがあった。大企業って成果を残してもなかなか上に行かれへんよな。そやな、人数多いしな。この調子やと10年ぐらい同じことをやり続けてようやく課長か。大企業よりも小さい会社の方が向いてんのかもしれんな。やったらやった分だけ評価してポジションをくれる会社。そんなに都合のええ会社あるか？あっ、親父、俺中川正七商店に入社したい。しかしあかん。あら、父さん反対する。この業界先行きが明るいわけやない。それにお前な、
仕事ができる気になってるかもしらんけど、富士通の看板のおかげでやって、お前の力じゃないんやで。でもお願いします。入れてください。給料はいくらでもいいんです。分かった。そこまで言うんやったら入れたる。先行きが業界明るくないのは事実だったと思います。ただそれでもやっぱ継いで欲しかったみたいですね。ただそれを、ちっちゃい頃から言っちゃうと反発するし嫌がるだろうから、もう言わないでいこうという作戦だったみたいですね。成功秘話その2、赤字事業への配属希望。当時の中川政七商店は2つの事業に分かれていた。一つは茶道具を主に扱う第一事業部、もう一つが麻の小物や服飾雑貨などを扱う第二事業部だ。黒字の第一事業部に対して第二事業部は赤字でぐちゃぐちゃ。潤は第二事業部を選んだ。すみません、商品の製造計画書を見せてください。製造計画書？そんなんありませんけど。予算とか誰が決めてんの？さあ、ちょっとそんなんあんまり意識したことなくて。マジか。管理体制がむちゃくちゃやん。そりゃ赤字になるで。でも数字は出さんのかね。そこでまず潤が行ったのが生産管理の正常化だった。それと並行してこれからは商品に下駄を履かせます。下駄ですか？お客様に中川政七商店のものなら間違いないと思ってもらって、うちの商品なら無条件で買ってもらえるようなファンを作るんです。つまりはブランディングです。でもそんなんやり方わかりませんやん。工芸品は手に取って初めて良さがわかります。なので目の前で直接手に取ってもらえるように小売りの進出に舵を切るんです。下駄を履かせるとはブランド力を底上げすること。直営小売店の出店を加速させ、製造小売業に転換、ブランドを作ろうとしたのだ。そして売り方も工夫した。突然ですがここでクイズです。これまでは新商品を出すときは売れそうな色を2つ選んで2色展開をしていましたが、これを機にある工夫を始めました。ある工夫とは一体何でしょうか？スタジオの羽野さん、10秒でお答えください。テレビの前の皆さんも一緒にお考えください。正解は70秒後。赤字事業大改革。新商品を発売するときに始めたある工夫とは一体何？販売の工夫。こんなんまあまあ簡単です。インスタグラマーに頼む。なるほどね。SNS を使ってね。正解はもう一色作るでした。3種類あって三角形になるように置いた方が見栄えがする。さらに3色のうち1色は差し色にしたら客が選びやすく購入につながるということが分かった。こうして潤が主導になり、たった2年で黒字化を実現。売り上げは順調に伸びていたが、成功秘話その3、自分の価値観を伝える。私、常務が考えてることがよくわからないんですよね。いや考えてることは分からなくても指示はちゃんと出してるよね。そういうことじゃなくてですね、考えてることが分かったら私たちで判断できることも増えると思うし、もっとうまくやれると思うんですよね。それって価値観の共有ってこと？そうですね。そうか。戦略を考えて的確な指示さえしていれば良いと思っていたけど、そうじゃないのか。そこで注目したのが、社長、うちには会社のビジョンとか社税とかってないんですか？そんなもん作ってもやな、売り上げは上がらへんぞ。
ビジョンは絶対に必要や。自社の赤字部門は立て直した。次は業界全体を元気にしたい。ビジョン発表の翌年2008年に社長就任。ビジョンを発信し続けることで入社を希望する人材にも変化があった。成功秘話その4、優秀な人材を確保する。仙石彩と申します。よろしくお願いいたします。前の仕事はデザイナーディレクターですか。広告の仕事とかやってたんやね。そんな華やかな世界と違って工芸の世界は泥臭いよ。デザイナーこそ泥臭さしかないです。役に立てると思います。現社長の仙石彩だ。ビジョンを掲げてそこに真面目にやり始めて一番最初に変わったのは求職者のレベル、採用に来てくれる人たちが本当に変わりましたね。でその中に仙石もいたって感じですね。たまたまその中川正史商店のものづくりっていうその求人の記事だったんですけど、すごく直感的にこういうことなんじゃないかって思って、もうそのまま応募のメールを書いたって感じです。入社して間もなく生産管理の部署に配属。仙石さん頑張ってんな。はい、私社長のビジョンにすごく共感してるんです。私の周りにも苦労している工芸士や作家がたくさんいるんで、この仕事を通してそんな友達を助ける方法を見つけたいと思ってるんです。仙石はさまざまな部署を転々とすることに。社長の秘書や商品企画の課長、ブランドマネージャーなど、さらにコンサルティング業務も兼務していた。各部署で活躍する仙石を見てある決断をする。お呼びでしょうか。仙石さん、折り入って頼みがあるんや。何ですか？次の社長をやってほしい。ない何冗談言ってるんですか。全部を自分が把握するトップダウン型の経営には限界がある。いい企業文化を育むにはトップダウンじゃなく一人一人が戦闘能力を上げる必要があるね。それには俺が自分から離れんとダメやね。私が断ったらどうするんですか？こればっかりは納得するまで話し合うしかない。まさかこの人本気なんや。少し考えさせてください。それから4ヶ月後、仙石は中川の思いを受け取る決心をした。300年以上の歴史を持つ中川正七商店で血縁関係以外の人物が社長になるのは初めてだった。日本の工芸を元気にするっていうことが世の中にとってどういいのかとか、お客さんにとってどういいのかっていうことをもう少し伝えていきたいなと思っていて、利益もちゃんと出し、で今世の中に求められていることはちゃんと果たし責任として、プラスその会社がこれをもっとこの部分を世の中を変えていきたいって思っていることに対して愚直に取り組んでいる、この3つが達成されるのがいい会社だと思うし、でそれがなんかちゃんとやれてればそこで働いてる人たちはやりがいを持ってそれなりに幸せにやれるんじゃないかなと思うんで、だからそれをもうちょっと増やしたいなと思います。僕はつい笑ってしまったの、土手でずっと気合だ気合だっていう声出しさせられましたよね、あれは実話なんです。あれ実話です。あれが今思っても一番辛かった。人生ででもやっぱり声出しがあったからこそベスト8っていう。そうですね、いやそれで本当に怒られて、キーパーって試合中あんま変えられないんですけど、もう即交代させられて、試合中なのにみんながあっち行って声出ししてこいって言って崖に向かってひたすら来い来いってあれは辛かったです。原点になんとなくゴールキーパー的目線を僕感じます。ゴールキーパーって常にこの自分のメンバーが今どこでどういうフォーメーションを組んでるかとか、相手チームがどこにどうやって動いてるかってことをちょっと俯瞰的に
見る仕事であるじゃないですか、それが実はゴールキーパーで養われていたんじゃないかなって僕勝手に思ってるんですけども、ご自身いかがですか？そうかもしれないなと思います。だから全部が把握できてないと落ち着かないんですよ。だからうち社屋も社長室なくてワンフロアに全員座ってるんですけど、僕壁を背負った真ん中に座ってて全部が見えるようにしてるんですよ。だからそれが落ち着く。それまさにゴールキーパー的ポジションですね。そうですね。2色展開と3色展開でそんなに変わるんですか？あれ3色にすると本当に売れるんですか？あれ。そうなんです、売れるんです。だって人気の売れ筋2色で1色差し色のやつはもともと売れ筋じゃないんでしょ？それは売れないんです。売れ残るの？作る量を加減するんですよね。だからメーカー的視点で言うと売れるものだけを出したい。ですけど、小売りの視点に立つと、売れる売り場作りっていうのはやっぱそういう差し色もあって、数は売れないんだけどこれを置いとくことでこの2色が売れるからトータルとしては OK っていう。そう高度経済学上もそうで、やっぱり3種類から8種類までの間っていうのが人間一番選んだっていう喜びを得やすかったり得た時に、なので車なんかもそうですよ。売れない色っていうのはやっぱり入れとく。そういうもんなんですか？そうですそうです。なんか間違えて売れない方を買ってしまった。でもそれは最終的に本人がそれがいいと思ったらそれでいいわけですからね。もちろんゼロじゃないんで、さんのような方が買っていただけてるんです。ってことはあれですか、僕なんか80年代アイドル世代なんですけども、大体女性アイドルって3人組だったじゃないですか。どこがとは言いませんけども、そのいわゆる売れる2人プラス1みたいな感じで組んでるんですか？あれ。いや、それはちょっとわからないです。でもそうかも。私そうかもしれないね。結構差し色的役割を果たいいですね。かもしれない。芸能界の差し色。重要ですね。なるほど。戦国社長大抜擢の真相は？戦国さんにあれだけいろんな部署に行かせたっていう、ジョブローテーションって言いますけど、させたっていうのはやっぱりゆくゆくはある程度トップとかマネージャークラスまでどんどん引き上げたいっていうのは、ある程度の時期からもう終わりになったのかなっていうのが。いや、全くなかったんですか？で最初の部署でよくできてたんで、大体どっかの部署が困ってるじゃないですか。で困ってるところに入れると何とかしてくるんで、それでたまたまタイミングよく部署を回ってただけで。だから一回ちょっといいですかって言われて、うちの食堂っていうみんなが通るスペースがあるんですけど、そこに座らされて「私のこと都合いい女だと思ってませんか?」って言われて「いや言い方他の社員も聞いてるから」と思いながら。だから本当にたまたまなんですけど、1年間隔ぐらいで部署を転々として、うちでは珍しいんですよね。なるほど。でもそれは別に意図があったわけじゃなくて、困ってる部署があるから火消し役として入れたっていうだけだったんです。それすごい能力ですよね。で僕の方が確かに早く判断できるし、多分正解にも近いものを出せるとは思うんですけど、多分それの限界って企業規模でいうと大体こんなもんかなっていうところがあって、でもそれだと日本の工業を元気にするに絶対届かないだろうなと。でだからミドルマネジメントがもっと育ってほしいと思ってたんですけど、やっぱ僕がいる限り構造的に無理なんだろうなと思って、もうこうなったらやめようと思って、いなくなったら誰かが判断するしかないから下から出てくるだろうと、これが一番いい手なんじゃないかと思って、じゃあ誰って思ったら戦国だなと思ったんで、もう本当にすぐ言いました。そう1ヶ月後ぐらいにも。でもそれから4ヶ月後にね判断、それ4ヶ月間悩んだだろうね。だってこれだけ伝統があるそうですよ。会社さん300年ですから続いてる会社ですから、やっぱりの社長ってことで、でもいい人材に巡り合いましたね。そういった意味ではね。ラッキーでしたね。奈良の中心部、細い路地が入り組んだ迷路のような場所に中川正七商店の本店はある。300年以上の歴史がある創業の地に2021年まちづくりの拠点として新しく旗艦店を建てた。ずらりと並ぶ商品はおよそ3000点、すべて中川正七商店のオリジナルだ。ちゃんと考えて作ってあるなっていうし、やっぱり長く使えるなっていう気はしますね。器とかもすごい可愛いから、あとこういう小物とかも買います。センスのいいものが置いているのと、あげて喜ばれますね。こちらの漆塗りのお椀、福井県鯖江市にある越前漆器の老舗が熱や水圧に耐えられる特殊な漆を開発。
食洗機でも洗える気軽で革新的な漆椀だ。この木の箱は実はカーペットクリーナー。こまめに使う掃除用品だからこそインテリアに溶け込むようにデザインしたのだという。こちらのお弁当箱、商品名はご飯粒のつきにくい弁当箱。どうして試してみるとお見事、一粒残さず食べられちゃう。ここで数ある商品の中から中川会長のおすすめ3選をピックアップ。花布巾という、うちの本当にもうロングセラーの看板商品になります。一つ目は花のような色合いが特徴でカラーバリエーションが豊富な花布巾。茅の生地を2枚重ねにして手作業でミシン掛けをしている。大判薄手にしたっていうところがポイントで、当時はもうこういう商品はなかったんで、これと色も含めて圧倒的に人気が出て、うちの看板商品になった。大判薄手にしたことで吸水性の高さに加えてさっと広げておけばあっという間に乾くという特徴も。2つ目の商品は中川正七商店ならではの特別な場所でご紹介。ここがうちのルーツを感じていただける場所で布蔵と言います。布蔵。ここは江戸時代からそのまま残されている蔵。手産み手織麻という製造方法で麻の繊維を細く裂いて糸から手作業で作っている。江戸時代から変わらぬ製造方法で作られるのがタペストリーやカバン。希少な工芸をカジュアルに使うことができる。最後は靴下の売り場から。一番はこの靴下といって市内奈良で作られた驚きの靴下とは。中川正七のおすすめ3選。1つ目はロングセラーの看板商品花布巾。2つ目は手産み手織麻の製品。そして3つ目は一番はこの締め付けない靴下といって、普通靴下って一番上にゴムが入ってて、1日履いてて夜脱ぐとその型がついちゃってることが多いかなと思うんですけど、あれやっぱり締め付けで良くないんで、その位置を変えてかつ緩くすることでずり落ちないんだけども型も残らないっていうのを散々やって、締め付けない靴下。奈良県は実は靴下の一大産地なんですよね。国内でシェアがナンバーワンなんですけど、皆さんが作ってる靴下がちゃんとこれうちが作った靴下やでと言ってもらえるような、そういうものづくりの人たちの誇りになるようななんか売り方をできないかなというふうに思って。締め付けない靴下、この後スタジオに登場します。でずれないの？そんな緩いのに。実はね、その靴下なんですけど、中川会長今日自ら履いてきてくださってるということなので、ちょっと見せていただいてもいいですか？これがそうなんですか？はい、そうですね。でこれほら型がついてない。本当だ。締め付けてる感じ全くないですよね。この部分にゴムが入ってるんですけど、かなり弱く入ってて、でこの上は何もないんで締まらなくて、で下もほとんどないですね。ずれないの？ね。そう、ずれないんです。これなんでですか？これ商品の状態で見るとゆるゆるなんで、もうずれる気しかしないんですけど、でもずれないんですよ。だからその微妙な圧力の加減を散々テストして福沢さんが確かめます。いきますよ。ほらちゃんと。本当だ、ゆるいんです。理想のゆるさ。失礼しました。ありがとうございます。適度なゴムです。適度なゆるさっていうのかな。それ選択してもそのゴムは変わらないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。中川正七会長おすすめ番外編、薬味のためのスライサー、その実力やいかに。ちょっと花さん。なんかちっちゃいカンナみたい。そうそう。うわ。これいいね。めっちゃいい。これは一人分。何これ。理想的な。薄く切れてる。ちょっと待って、これな、すごい便利なのはわかるよ。これの洗い方よ。
洗剤で洗っていいの？大丈夫です。普通に洗っていただいて大丈夫だと思います。職人さんが刃付けをしてるんで、その機械で仕上げるよりより鋭利に仕上がってるんで、多分切れ味が全然違うんですよ。薬味のためのスライサー。確かに薬味のための。ご紹介させていただきました。本日は通常価格2000円。滋賀県にある一軒の窯元。ここで作られているのは信楽焼。耐火性と粗い土質が特徴で、国が指定する伝統的工芸品だ。この窯元に一人の男性がやってきた。見た目のところはすごい綺麗になってよかったなと思います。中川正七商店のデザイナー青野陽介さん。秋の新商品として信楽焼に目をつけ、一風変わった土鍋の開発を進めていた。それがこの土鍋。縁の部分が広く、食卓の中心で鍋料理以外も楽しめるというのがコンセプトだ。デザインは本当に中川さんの方からいただいた図面からで、色も中川さんの方とやり取りをしながらやってるんですけれど、まあ新しい挑戦ではありますから楽しい企画ですね。中川正七商店は全国800の工芸メーカーと商品を開発しているが、この窯元に依頼をしたのは今回が初めてだ。土鍋を作る、メーカーさんっていうのも数限られてはくるんですけれども、その中で、松代さんはしっかりと中量生産の、生産体制を整えられていて、中川正七商店が、求める数量であったり、品質をしっかり実現してくれそうだったので松代さんを選びました。青野さんが試作品の土鍋を使って自宅で試してみた料理はなんと30種類。自分が実際使ってみたいとか、こんなもので料理を作ってみたいとか、使い手であるからこそのものにも反映されると思うので、自分で使ってみながら使用感確かめて良さを伝えていけるように作ってきました。7月中旬、中川正七商店の本社。この日は年に4回開催している新商品の説明会。デザイナーや店舗の責任者らおよそ50人が集まっている。土鍋を作った青野さんの姿も。この説明会で仙石社長らにプレゼンをして、商品化に向け改良点や販売方法を確認する。カバンやひな人形、苔玉まで各担当者が持ち寄った幅広い試作品が並んでいる。シルエットにこだわったっていうのが一番のポイントです。でリラックスパンツみたく見せたくなくて、日本の布を使ったかっこいいパンツっていう風におしゃれ履きできるようなパンツにしたかったので。仙石社長が新商品に求めるのは中川正七商店らしさ。消費者の目線を意識しながらチェックしていく。定番のパンツとして定着させていくというよりは、テキスタイルの面白さとなんか履きやすさ、スタイルが気に入って次のもう一本みたいな形なのかな。このパンツは商品化が決まった。次はいよいよ青野さんの順番に。胴をすり鉢状に広げて、口の反り返りをなくして、縁も外側に大きく広げるような形にしています。なんか実際お料理してるのを見させてもらったりとか使ってみたりして、なんかその鍋以外のその大皿なんてお鍋料理として食卓に出せるっていうコンセプトはすごくいいと思ってる。無事10月上旬に全国の店舗での販売が決まった。たくさん自分でこう料理をして、で一使い手として納得した形でプレゼンテーションができたので、いい反応いただけたかなと思っております。自分たちがどういうものを作りたいかとか、どういう商品があるべきかみたいなところが一番根幹にはなっているんですね。中川正七商店らしさだったり、中川正七商店が作る意味だったり、そこがきちんと担保できているのかっていうところと、あとはもう一つ大事な視点として、それは誰が喜んでくれるのか。ところ変わって農地の真ん中に立つこの建物、上から見るとご覧の通りでかい。
ここは6月に稼働を始めたばかりの中川正七商店の物流倉庫。1日に10万個の商品を出荷しているという。会社のビジョン、日本の工芸を元気にするの頭文字を取り NKG 倉庫という。早速商品が発送される場面に遭遇。 CM の後、巨大物流倉庫の秘密に迫ります。中川正七商店の巨大物流倉庫にテレビ初潜入。早速商品が発送される場面に遭遇。こちらのレーンで今出荷の梱包が終わったものが流されてきて、大きさ、重さ、送り先をこの機械で読み取って各方面別に仕分けをしていきます。今まではトラックの配送業者の人たちスタッフが来て大きさをメジャーで測って時間をかけて読み取っていたものをこの機械でしたら一瞬で読み取れるように。ドライバーが行っていた業務を倉庫側で担うことで物流の2024年問題解消につながるという。初の自社倉庫費はなんと24億円。さらに自社商品だけでなく他社の物流も支援することで業界再生への一助にしたいという。地方で今は多分ほとんどのメーカーさんが自前でやってるんですけど、いつか多分困ってどっか助けてほしいっていうところがあると思うんで、それに先駆けてうちでそういうサービスができますよということを、今回できることになったっていうところですね。日本経済新聞の高田支局長は、産地ではものづくりだけでなく物流を支える人材の不足なども課題になっています。今回の倉庫開設は強い危機感の表れで将来を見据えた一歩踏み込んだ形の支援になります。幅広い支援を通じて負担を軽減し新たな取引先の掘り起こしにつながる可能性もあります。会議でボツになるものもあればありますね。もう少し様子見ようかってものもあるんですか？なんかやり直しになったりとかして1年ずれたりすることもあったりしますね。はあ、なるほどね。デザイナーからするとせっかくメーカーさんと一緒に作り上げてもう商品化する前提で協力してもらってるのにいろいろとダメ出しされてものにならないってこともあるんで。そういうパターンもある。ありますあります。それ辛いっすね。ここで今年4月に発売されたばかりの新しいドリンクを飲んでみます。奈良林業も吉野杉とかいろいろと有名だと思うんですけど、林業をやってるだけじゃなかなか難しい時代になってきてる中で、ヒノキとか杉とかあと黒文字とかいわゆる香りのある香木、6種類の香木を蒸留してそのエキスを抽出してそれを入れたサイダーになります。それがこの中に入ってるんですか？はい、飲んでいただけると感じていただけるかなと思います。だってほんまにこれ原材料にさ吉野杉とかさ黒文字とか赤松とか書いてある。植物の名前が入ってんだ、原材料知らないとびっくりしますよねこれ。なんでってじゃあこれ羽野さんからちょっと言ってみてくださいよ。いいですか？はい。プッシュうわ、ほんまや。香りする？香り？する。木の香りがめっちゃする。飲んでなんでそんな匂いするのって感じ。飲んだ後も香りは続くんですね。めっちゃしてる。今じゃあ口の中ヒノキ状態？ヒノキ。嘘でしょ。ヒノキのお風呂が口の中にある感じ。ヒノキのお風呂が口の中。何これ？爽やかって感じです。爽やかですか？はい。森林浴って感じです。なるほどね。これはね新発明ですこれ。ね、まさにこれイノベーションですよね。これ掛け合わせようって普通思わないですもん。日本草木研究所さんっていうところがその森に入ってそれを採取して蒸留してエキス取ってくださってるんですけど、彼女らがやってるのはその本当に日本の林業がなかなか衰退してる中で、そういう副産物もちゃんと現金に変えていくことが大切だって言っていろんな森に入って林業の方と協業してそういうのを取ってくださるんですよ。それのなんか使えないですかっていうオファーがあって、でうちの商品企画がサイダーがいいんじゃないかっていう、そこがすごいんだ。
普通なんかそれを何かに塗ってね、何か器にしたりとかお皿に塗ったりって発想なのかなと思ったら、サイダーがいいんじゃないですかっていう。なんかサウナでね森林浴とかもあるじゃないですか。だから飲む森林浴みたいな形になって。飲む森林浴か。でもなんかいい加減なもの、いい加減なって言ったら失礼ですけど、なんかそうじゃないものでそれ風味をつけてるわけではなくて、ちゃんとね、取ったものです。はい、吉野杉とかちゃんと日本の林業のもので作ってるっていうのがいいですよ。7月25日、愛媛県松山市の中心部から車でおよそ30分行ったところにある窯元。中川会長がやってきた。それだけで売り上げが2割上がる。松山市の中心部から車でおよそ30分行ったところにある窯元。中川会長がやってきた。僕ら今回コンサルとして入るときになんか商品開発しましょうとかじゃなくて、どうやって会社を良くするかっていうことの視線なんで、こういうのって相手のない話じゃないですか。その業務改善的な話ってこれやったら100% そうなるんですよ。今中川会長が最も力を入れているのがコンサルティング事業。全国の工芸品の現場を飛び回っている。国が指定する伝統的工芸品砥部焼を作っている少し屋。従業員は10人。注文を受けてから製造し、さまざまな個別の注文にも対応しているという。中川会長はそこが気になった。今まで注文来てても答えきれてない部分が多いって感じなんですか？今もそうですね。今もそう。へー。そうですね。まあやっぱ作るのにも時間がかかるので、納期がすごくかかっています。個人のお客さんで一つからでも注文は受けて、で作ってます。はい。注文をさばききれていないのだ。中川会長は注文が入ってから製造する受注生産から事前に一定数の商品を作る見込み生産に変更することを提案した。ここは直したら確実に何かが良くなるみたいなところからやっぱ直していかなきゃいけないと思うんで、経験則ですけど多分2割ぐらいは上がる、生産効率が。それだけで売り上げが2割上がる。中川会長が自信を持って提案できるのは圧倒的な経験があるからこそだ。これまでに全国60社以上のメーカーや窯元の経営を立て直してきた。自身の会社中川正七商店もその一つだ。この世界で信頼してもらってるのって自分たちも同じ立場でかつてやってきたからだと思うんですよね。いろんな状況は違うけど、僕がかつて体験したことをちょっとでもお話しすることによってなんか想像の手助けになればいいなと思うし。苦境に立つ工芸業界。1983年度に5410億円だった国内の生産額は5分の1以下に縮小している。中川正史商店のものづくりを支えてくれてるのは本当にこういうメーカーさんなんで、この人たちがいなくなったらおしまいだし、継続できるいい形にしていくっていうことが日本の工業を元気にするっていう意味なんで、そこを目指してひたすらやっていく。かつそれは結構時間的なリミットがあると思うんで、工芸界全体でのその売り上げが右肩下がりっていうんですかね、ですけども、いくらかでもこう上向く予兆みたいなのはあるんですか？一番最初にコンサルでお手伝いさせていただいたのがはさみ焼きの丸広さんっていう会社なんですけど、はさみ焼きは産地としてコロナ前に一応回復基調になりました。だからやっぱり一社どっかが輝くと全体が元気になってきて、産地全体もこうっていうのは実際起こり始めてますね。なるほどね。では最後の質問です。会長が考えるリーダーにとって必要なこととは何でしょうか？リーダーに必要なこと。では最後の質問です。会長が考えるリーダーにとって必要なこととは何でしょうか？覚悟。
ご説明ください。はい、学校のテスト勉強とかと違って正解のない世界だし、何が正解か間違いかって答え合わせもできない中で、進んでいかなきゃいけない。で先ほどのものづくりも何を変えていいのか何を変えちゃいけないのか、これも正解のない世界だと思うんですよね。でもそれを最終的に決めるのはやっぱリーダーの役割で、もちろん合ってるのかなとか不安になることはあるんですけど、そこを信じて覚悟を持って前に進んでいかないと、物事は進まないし、ついてきてくれてるみんなもやっぱ不安に思ってしまうんで、リーダーに何が必要かと言われたら覚悟なんじゃないかなと思います。これでいいんだって確信を持って前を向いていくっていうことなんですね。そうですね。僕らは覚悟を持って仕事できてんのかしら。でもやっぱりさっきのルーツはサッカーの声出しでやったような覚悟かいでしたっけ？かいっつってね。覚悟がない小学生だったんで。でもリーダーが大きい声出してると、心の声が大きければみんなついてきますよね、やっぱね。次回の関西リーダー列伝はアドベンチャーワールド。運営会社アワーズの山本社長に迫る。大人気テーマパークの裏側、あの手この手の集客戦略とは。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で、 YouTube チャンネル大阪ニュースでは全ての放送回を見ることができます。